皆さんこんにちは、いつも見ていただいてありがとうございます。この日はですね、またちょっと出かけてきました。2021年もですね15泊目になったんですけど、今回はですね、釣り車中泊という動画になっておりますので、お時間ありましたら見ていただけたら嬉しいです。まずはですね、前日にキャンプをしてたので片付けて、お風呂とかに入って最初の釣り場に、向かっています。最初ですね、アジングをしようと思って一級ポイントって言われるところに来たんですよね。で、アジングロッドにジグヘッド、これ1グラムかなにワームをつけて、結構釣れるっていうそのエコギアかなんかのワームをつけたのかなってやっていったんですけど、結構この日も風が強くてですね、すごいやりづらかったんですけど、魚からの反応はですねなかったですね、残念ながら。で、次はエギングに変えてイカを狙いに行ったんですけど、これもですねイカからの反応がないと。で、ちょっと移動しようということになって、移動の途中でですねなかなかいい場所を見つけたんですよ。この時間帯がちょうど干潮からの潮がこう満ちてくるタイミングだったんですけど、僕の経験上は一番イカが釣れやすい時間帯なのかなと思っていける気がする。投げていったんですけど、結構藻が結構すごくてですね、やりづらいなと思いながらやってました。風が止んだっすね。いや、これ違うでしょ。藻でしょ。イカじゃないよね。ほんとイカに似てるんすよね。はい、ここを叩けば外れますよ。あ、嘘。よし。藻に引っかかるんだよね。あそこに藻があるもんね。こうかもな。釣れそうな気するけどな。いると思うんだけどな。いや、これいるっしょ、さすがに。ここで釣れんかったらもうダメでしょ。いくよ。なんか怪しかったよね、今。イカちゃんいるんでしょ。おっと。理想で言ったら、なんか今おったな。夕方暗くなるまでにアオリイカをいっぱい釣って、で夜暗くなって常夜灯の周りでアジを釣って食うと。これが理想なんですけどね。あら、これはイカじゃない？え？いかんいかんいかん、ドラグが引っ張ってるよね。え？いやー、どっちだろう。どっちとも言えねえ。根がかりかな。で、結局さっきのポイントでは全く釣れず、逆にちょっと大事件が起きちゃってですね、車をちょっとこすってしまいましてですね、もう納車2、3、4、
3ヶ月目でもう早くも傷をつけてしまうということになりましてですね、ここでちょっといろいろとなんか常連の人に聞いたんですけど、いつも釣れるところなんだけど、今日は全く釣れないと。本当にですね、誰も1匹も釣れてなかったですね。またもやこういう日に当たってしまって、でもここでちょっと釣りは諦めました。でいろいろちょっと寝るとこ探したんですけど、なんか迷惑になってもなと思って、いつものですね、呼子の、車中泊できる道の駅に、向かってます。はい。で結局ですね、釣りの方は全くダメで、もういいやと思って諦めても、この時点でですね夜の10時ぐらいになっちゃってるんですけど、いつものようにソロキャンプ道具を並べてですね、車中泊をちょっと楽しんでいこうという感じです。で最近メスティンにハマってましてですね、今更前から持ってたんですけど、メスティンで蒸し料理するのが結構楽しくてですね、今回は小籠包をですねメスティンに水入れて、やっていこうってことで、最初の1品目はですね小籠包を食べました。でこの場所がですね釣りもできるところで車中泊もできるんですけど、呼子台場港プラザと言いましてですね、本当にお世話になってまして、もう今年5泊ぐらいしたんじゃないのかな、確か。すごくいいところなんですよね。夜に若い人が釣りに本当真夜中に来たりすることもあるんですけど、耳栓はめて寝ればもう朝までぐっすり寝れるので、車中泊するならやっぱ耳栓あった方がいいですよね。結構車の近くまでいろいろ騒ぎながら釣りをされている方が来たりすることはあるからですね、本当耳栓をよく使ってます。で次はですね、道の駅で新玉ねぎを発見したんで、何を作るかも考えずにとりあえず買ってみたんですよね。で玉ねぎ切って豚肉でも入れてやろうと思ってですね、とりあえずシングルバーナーで玉ねぎから先に炒めていったんですよね。でやっぱこのフライパンなんですけど、車中泊でもですね、やっぱこの立ち上がり部分があるので、周りに炒めた油とかがやっぱ飛び散りにくいと思うんですよね。使ってほんと最近よく思うんですけどね、車の中に油がブワーって飛んだりしたら嫌じゃないですか。なるべくね、車の中で揚げ物とかはもう絶対やりたくないんですけど、結構この縁の立ち上がりの部分がですね、飛び散りを抑えてくれるんですよ。いやしかし今回車をやっぱりこすったっていうのがすごいショックだったですね。ちょっと5分ぐらい時間が巻き戻らないかなって思ったりするぐらい、死神が爪で引っかいたような音がしましたよね。すごいキリーみたいな音がですね、最後の釣り場でなんか常連のおじさんがなんか釣れんよねとかって言いながらタバコをですね海になんか投げ捨てたんですよ、パーンと。さすがにそれはちょっと注意してみたんですよ。いやそんなことしちゃダメでしょと。ただ普通に聞いてくれて、なんかごめんって言ってたんですけど、習慣化してるんでしょうね。多分だから今度からそういうの見たらちゃんとなんか言えるようにしたいなってちょっと思いましたね。そのうちですね、渋谷センター街のチーマーからなんか引きずり回されたりするかもしれませんけど、やっぱね、釣りしてて海にタバコをそのまま火ついたままボンって投げるってやっぱそれダメですよね。ちょっとそんなこともありましたね。
堀西。そうで結局この料理はですね、最後は堀西をかけたんですよ。堀西とか黒瀬とかってもう仕上がった後にかけた方がいいと思うんですよね。焦げちゃうからですね、スパイスが。で最後にこれ堀西をパッとかけたんですけど、これがめちゃくちゃうまくてですね、これちょっと試しに誰かやってもらいたいんですけど、玉ねぎ1個と豚はバラ肉がいいと思うんですよね、ロースとかより。豚バラ肉で最後堀西をかけて食べると。これキャンプでもいいと思うんですけど、めちゃくちゃうまかったですね。まあ豚なんですけど、なんか牛丼の堀西風みたいな食感でですね、これ良かったんで、ぜひなんか何食べようとかっていう人はキャンプとかでやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、アフレコにちょっと挑戦してみまして、おかげさまで非常に編集時間の短縮に、つながりました。だいたい今までですね、1本あたり8時間ぐらい編集時間かかってたんですけど、大幅に削減されたんでですね、もっといろんなとこに行ってみようと思っています。良かったのかどうかちょっと分かりませんけど、まあもうこの後はですね、網戸にして、ハイエースの網戸にして、夜までゆっくり過ごして、この日はもう終わりました。まあちょっと聞きづらい点とかですね、あったかもしれないですけどね、やっぱりでも喋った方がなんかたくさん情報を入れることができて、なんかいいような気もしましたね。別府とか大分とかもっと面白い話がたくさんあったんですけど、ちょっとテロップじゃやっぱ入れられないところも、今までの動画もそうなんですけど、そういうのがちょっと多かったんで、ちょっと今後はこんな感じでやってみようかなと思ったりしています。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。評価はですね、もうどっちでも大丈夫ですんで。それではまた次の動画でお会いしましょう。